どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日の動画では僕が普段から愛用している小物類ですね。ベルトだったりとかバッグとか、あとはボクサーパンツとか、みんなが意外と気になってて、動画ではまだ触れてなかったところっていうのを、今回紹介していこうかなと思います。僕結構小物類にこだわることが多くて、1週間コーデの動画とかでも、ちょっと変わった小物をさらっと紹介することが多いかなと思うんですけれども、今回の動画では、今までさらっと紹介してきたものを、もっとさらに深掘って紹介できたらなと思ってます。で、あとはベルトとか、ボクサーパンツ類に関しては、割と普段から聞かれることっていうのが結構多くて、皆さんもかなり気になっているところかなとは思うので、それについても今日はちょっと深掘っていけたらと思っております。結構ね、今回の動画は割と需要があるかなと個人的に思っているので、ぜひですね、今回の動画も最後まで見ていただけたらすごく嬉しいです。ということで、早速順番にですね、僕が持っている小物類を紹介していきます。はい、ということで、僕が最近よく使っているバッグを、3つちょっと厳選して紹介しようかなと思います。で、まず1つ目のバッグはこちらですね。こちらがディオールオムのルビルーバッグっていうのかなになります。で、これね、前の1週間コーデの動画、春の1週間コーデとか、あと夏の1週間コーデでも紹介したのかな。結構ね、これは、人気なというか、評判が高いバッグなんですけれども、僕ね、これ動画だと、エディー機のバッグっていうのを確か一回紹介しちゃったんですけど、後々ちゃんと調べたら多分これエディー機じゃなくて、クリスマス機のバッグでした。でね、これの大きなやっぱ特徴としては、こういう感じでね、ショルダーのストラップがここについてるのと、あとはこの長いストラップがここにもう一個ついてるっていうので、斜め掛けでも使えるし、はたまたこうやって長くして片方でかけて、スキニーのスタイリングに合わせて今っぽい感じでも、着用できるっていうバッグで、これは非常に気に入ってますね。これを買った当初は、まだスキニーの合わせっていうのはしてなくて、ワンショルダーで使うことが多かったんですけれども、最近はすごい線が細いアイラインシルエットをすることっていうのがすごく多いので、こういった感じで、ショルダー使いもできるんだけど、体の横に来た時にかさばらないようなバッグっていうのがすごく使いやすいので、このバッグはめちゃくちゃ重宝してます。今ね、このディオールのバッグ類って結構価格が割と高騰してて、同じような形のバッグ、調べれば多分出てくると思うので、エディー機じゃなくてもクリスマス機でも結構この形のディオールの横長のね、バッグすごくおすすめです。で、続いて紹介するバッグがこちらになります。よいしょ。こちらも僕の動画でだったりとか、SNS でよく出てくるバッグなんですけれども、アレキサンダー1のレザーのワンショルダーバッグになります。これもね、さっきのディオールのバッグと一緒で、こう、斜め掛けもできるし、この、ワンショル使いもできるし、あとはこの結び目で、これが1本の、こういうレザーでできてて、ここの結び目をもう少し短くして、もっとコンパクトなワンショルダーバッグとしても使える。いろんな使い方ができるバッグになってますね。で、この見てわかる通り、この、ジップのディテールっていうのがすごく特徴的で、このフロントの部分はすごい派手なんですけど、後ろに裏返すと結構シンプルな形になってて、で、ここのジップっていうのがこうぐるっと一周繋がっているので、こういう感じでね、全部締めちゃって、コーディネートによっては、こっち面をこう、体の表面に出てくるようにするかけ方もあるし、この主張が少ない方を前面に出して、コーディネートによって、主張のありなしを変えられるっていうのがこのバッグのいいところかなと思います。このバッグも、現行のバッグではないんですけれども、二次流通とかで探せば、多分きっと出てくると思うので、色はね、あとこれと黒とベージュとかもあるのかな。いろいろあるんですけど、これ本当に結構おすすめです。で、バッグですね、最後に紹介する3つ目のバッグはこちらになります。はい。こちらも先ほどのショルダーバッグと同様、アレキサンダー1のレザーのバックパックになります。で、これは、多分さっきのバッグよりもシーズンが結構新しめ、現行寄りのアイテムで、さっきはシルバーの装飾がすごく強かったと思うんですけれども、こっちは全体的にジップだったりとかが黒で統一されてて、真っ黒なイメージを、主張をなくせるアイテムになってますね。リュックでね、やっぱ気をつけるべきというか、気になるところが、このショルダーの部分だと思うんですけど、アレキサンダー1の場合はね、これ全部レザーでできているので、夏場とかT シャツとか、黒のトップスとかと合わせても、このレザーの素材感の違いで、ちゃんと主張ができるので、よくね、こういうバッグ類って、こっちはレザーなんだけど、ここがコットン製というか、ちょっと弱めの生地で作られてたりすることってあると思うんですけど、
僕個人的に結構好みなのは、この全部レザーで、ここもレザーの方が、高級感もあるし、さっき言ったように、黒のトップスとかと合わせても主張が出せるっていうので、そこはすごい気にしてるポイントなので、そういった点ですごく気に入ってますね。サイズ感もね、すごい良くて、日常的に使うことを考えても、パソコンとかもギリギリ入る大きさなので、結構これは愛用してますね。自転車漕ぐときとかかな。自転車乗るときとか、手が両方空いてるとすごい楽なので、こういったバッグはすごいよく使ってます。って感じで、バッグ類、今紹介した3つをたくさん使っているかなっていう感じです。続いてはですね、小物の中でも、ちょっとマイナーな小物類について紹介していこうかなと思いまして、まず一つはですね、バングル類ですね。で、僕は、レザーのブレスレットを持ってて、夏場とかよくつけてるんですけど、持ってるのは2個で、こちらとこちらですね。まずこちらのレザーバングル。これが、メゾンマルタンマルジェラ本人気のレザーのバングルになっております。こうちょっと太めのレザーで、ここがシルバーでこういう風に留める感じのバングルですね。ちょっとつけてみるんですけれども、こういった感じでつけるバングルになってます。やっぱね、夏場とかどうしても手元寂しくなりがちだと思うんですけれども、なんか最近はね、このラバーのブレスレットとかうっすら流行ってるかなと思うんですけど、中でもレザー系のバングルとかがあると、今のテンション感に合うのかなと思ってます。なんかシルバーのアクセサリーとかでもいいんですけど、最近の気分としてはこういうレザーの編み物系のバングルとかが気になるかなっていう感じです。で、僕あとこれ以外にもなんかもうちょいカジュアルなミサンガとか今年の夏はつけても面白いのかなと思ったりしてます。これはね結構太さがあるので、一個だけこうやってつけても十分完成するアイテムかなっていう感じです。これ結構気に入ってて、夏場だけじゃなくても秋冬とか結構気に入ってつけてるかなっていう感じです。で、もう一個のバングルがこちらですね。こちらなんですけれども、こちらがドルチェ&ガッパーナの昔のレザーのバングルになってます。後ろにこのベルトがくっついてて、ベルトでこう留めるタイプのバングルですね。さっきのね、マルジェラは全部レザーでこうシンプルな感じだったと思うんですけれども、このドルチェ&ガッパーナのバングルに関しては、このメタルのパーツがついているので、なんかここでアクセントを一つ加えられるアイテムになってますね。実際つけてみると、こういう感じですね。遠くから見てもレザーとシルバーの光沢感があるのが伝わるかなと思います。これもやっぱりつけるとしたら夏場とかですかね、こう肌がよく見えるシーズンにつけるんですけれども、この手元でね、ワンポイント見せられるアイテムかなっていう感じです。今年の夏に買って、さっきのマルジェラのバングルを片方につけて、もう片方にこっちのバングルをつけてっていう、なんか2個使いしても面白いかなと思います。片方だけすごい太いやつつけて、こっちはもうちょっと華奢なんで、この2つとかはすごいよくつけてます。レザーのバングルブレスレット系は割と今年の夏、流行るというか、結構暑いんじゃないかな。気分な方も結構多いかなと思ってるので、こういう感じでね、マルジェラとかすごいおすすめ。これは同じの見つかるかちょっと怪しいんですけど、マルジェラとか、ドルチェ&ガッパーナとか、あとラフシモンズとか、いくつか昔のブランドで出してるところあるかなと思うので、なんかね、細身なバングルでもいいですし、マルジェラみたいにこういう太めなバングルでもいいですし、なんかちょっと探してみることちょっとおすすめです。あとね、もう一個変わり種のアイテムとして、こちらですかね。はい。これがアリクスのレザーのスカーフですね。これも僕のことを昔からチェックしていただいている方は、すごいなんか馴染みのあるアイテムというか、僕といえばこれみたいなイメージがあるかなと思うんですけれども、このね、後ろが、このスナップボタンになってて、こうなんか開くとこういう三角形で、こう、後ろのこのスナップで留められる、この首でこうやって留めるスカーフなんですけれども、これもね、コーディネートに面白みを出せるアイテムとしてよく使ってますね。動画で紹介したことはあんまないかな。そんなに深く紹介したことないんですけど、TikTok だったりとかでは登場頻度が高いアイテムかなと思います。シーズンがね、いつだったかな ?20 年 AW か 19AW かちょっと忘れちゃったんですけど、アリクスがすごいかっこよかったシーズンのアイテムで、レザーのボディに対して、ここにこう斜めにね、アリクスのロゴがくっついてて、普通のちょっとのぺーっとしすぎちゃったなって時に、このレザーのスカーフを入れると締まったりとか、首元出しすぎてて、ちょっとなんか抜けてるな、ちょっと締まりがないなって時に、これをこの首元に添えるだけでめっちゃ締まったりとか、僕がすごい好きだったのは、シャツネクタイの合わせに対してこれを合わせて、ネクタイをちょっと下から覗かせるっていう合わせをよくやってたんですけど、それがもうめちゃくちゃかっこよくて、なんかいろんな使い方をしてたアイテムですね。でこれに関しては結構レアなアイテムというかなかなか出てこないアイテムなんで、もしね、同じのあったら
結構買うことをお勧めするぐらい僕が気に入ってるアイテムですね。本当にさっきも言ったように、なんかもうちょいパンチを足したいなって時にすごく重宝してくれるアイテムなので、これはすごくお勧めですね。やっぱりね、こういうちょっと変わったアイテムとかをコーディネートに1個入れるだけで、自分でこう着ててやっぱ楽しいなってなるし、すごい完成度がグッて上がるので、こういう系のアイテムは1個取り入れてみるのすごくおすすめですね。って感じで、以上が、変わった小物シリーズの紹介でした。続いてはですね、ベルト類について紹介していこうかなと思います。ベルトに関してもですね、僕は動画でほんとさらっと紹介するぐらいで詳しく触れたことなかったんですけど、結構な数持ってて、全部まとめて紹介しちゃおうかなと思います。まず最初に紹介するベルトはこちらですね。はい。これがディオールオムのベルトですね。シーズンが2005年の SS の D バックルのベルトになります。これはね、割とよくつけてるベルトなんで、結構馴染みがあるかなと思うんですけれども、腰履きした時に、この腰にワンポイント足せる、なんかちょうどいい主張を出せるベルトとして、よく使ってるベルトですね。D バックルのベルトに関しても、ディオールのスキニーシリーズと同様で、結構今値上がりしてて、中でも黒のこのレザーのタイプは、一番人気のアイテムなのかなと思います。これはね、僕はサイズは85ですね。ベルトのサイズ85って何って感じなんですけれども、真ん中の位置ですね。真ん中止めした時のウエストのサイズが、ベルトのサイズなんですけれども、僕は85で着用してます。でちょうど穴の位置的にもね、腰履きするときはちょっと真ん中ぐらいでつけてて、実際につけたときにこのベルトの余り幅もちょうどいい感じでつけれてるっていう感じですね。これに関してはね、やっぱ名作のアイテムだなという感じで、ほんとレザーの太さ、ここの幅もちょうどいいですし、合わないパンツがないんじゃないかってぐらいいろんなパンツに合うベルトだと思ってます。って感じで、どんどんちょっと紹介していこうかなと思います。で、次に紹介するベルトがこちらですね。こちらになります。こちらがね、バレンシアガの BB ロゴのベルトになります。最近かなちょい前ぐらいに買ったアイテムなんですけれども、なんか前の動画でも触れたのかなちょっとロゴドンのアイテムが気になってるみたいなのは触れたと思うんですけれども、なんかこういうバレンシアガとかちょっといかにもみたいな、わかりやすいアイテムを、小物として使うのが面白いかなと思ってて、これもね、さっきのディオールオームのベルトと同様にサイズは85なので、ウエストの真ん中の位置が85センチで来るベルトを着用してますね。サイズ展開が2種類あるんですけど、僕は確かちっちゃい方の横幅が狭い方のタイプを購入してます。これもね、やっぱこうベルト見せた時に、これがワンポイントで見える感じっていうのがすごく好きで、ベルトを見せる時に、このロゴがワンポイントあると面白いかなと思ってます。こういうロゴもののアイテムってちょっと扱いが難しいかなと思ったりするんですけど、そんな身構えなくていいのかなと思ってて、なんか普段のコーディネートちょっとシンプルな感じになって、なんかちょっと面白みがないなって時に、ロゴもののベルトとかを合わせると、主張が出てくれたりもするので、なんかそういった意味で活躍している、よく使えているベルトかなと思います。続いてもですね、ロゴドンつながりで紹介させていただくんですけれども、こちらですね。このイヴ・サンローランのベルトになります。動画で伝わるかわかんないんですけど、バックルがね、ありえないぐらい大きくて、さっきのバレンシアガと比べると、こんぐらいですね。通常のバックルの多分 1.5 倍ぐらいあるのかな。かなり主張が強いベルトになっております。これはさっきのバレンシアガ以上に、この主張が出るので、結構合わせるのが難しかったりするんですけど、これは意外とこう、上も強くて、下も強くて、全部強いみたいな合わせの時に、使ったりするかなっていうアイテムです。このね、イヴ・サンローランのベルトも結構評価が高いというか割と人気なタイプだと思ってて、ラッパーのオサマソンが着用してたことで割と有名なアイテムですね。全身真っ黒にこれだけとか、でっかいバックルだけ目立たせる感じでもかっこいいかなと思います。ちょっと扱いがね、難しいベルトではあるんですけれども、一個これも変わり種としてよく使ってるかなっていう感じです。続いて紹介するベルトはこちらです。こちらもさっきのイヴ・サンローランと同様、バックルがでっかいベルトなんですけれども、こちらがですね、バイタルのベルト、イノームになります。バックルの主張が強いベルトなんですけれども、さっきの YSL とちょっと似てて、シンプルな服装だったりとか、コーディネートにパンチが欲しい時によく使っているベルトかなっていう感じです。なんだろう、全身黒の合わせとか、ちょっとこう、シンプルになりすぎちゃった時に合わせたりすることが多いかな。あとはなんかこれワイドなパンツとかともすごく相性が良くて、割と夏場とかはよくつけてましたね、これは。
で、このベルトはね、一番の特徴は、こうベルト使いだけじゃなくて、この真ん中のここですね。このブリッジパーツがカラビナになってて、ここを取り外しできるので、こういう感じでね、こうつけていただいて、ここの部分をですね、こうやって、よいしょ。こうやって外せるんですよね。で、さっき紹介した、このディオールのバッグとか、この丸カンがついてるバッグとかだったら、こうやってカチャッとつけて、ショルダーのストラップとしても使えるよっていうベルトになってます。もちろんベルトとして使うことも多いんですけれども、ショルダーストラップとして使うことも、多いかなっていうアイテムです。これはね、1週間コーデの動画でもう紹介させていただいたんですけれども、まだこういった形でね、動画で実物見せて紹介するのは何気に初めてかなと思います。で、これはね、ショルダー使いもするので、これ結構太めなレザーで作られてて、かなり耐久性もあります。光沢感のある、割としっとりとしたレザーが使われてて、バックルだけじゃなくて、このレザーのベルトとしてもすごい存在感の強いアイテムになってますね。今紹介したベルトの中で一番ここの幅が太いベルトですね。前から見た時のこの主張もそうですし、後ろから見た時のカラビナの部分の主張も相まって、ベルトでは結構珍しく、前から見ても後ろから見てもかっこいいっていうアイテムになっております。でね、これに関しては、1月の31日の土曜日にまた販売するんですけれども、で気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。これとかすごい宣伝とかなしに普通に純粋におすすめなアイテムなので、よかったら皆さんぜひぜひチェックしてみてください。僕はね、このバックルの部分の光沢がもうすんごい大好きで、結構本気でヘビロテしてるアイテムになります。で、続いて紹介するベルトがこちらですね。はい。この白い細めなシンプルなベルトになっております。これはね、ヴィンテージのアイテムなんですけれども、今まではね、結構黒めなというか全部黒のベルトだったんですけれども、なんかカラー系のベルトとかもあるといいよってことで紹介させていただいてます。で、これは、春の1週間コーデの動画かな。で、本当にさらっとだけ触れたアイテムなんですけれども、こういう白のベルトとかって結構あると腰元でアクセントを加えられるんですよね。全身黒の合わせとかで、なんかバックルでポイントを持ってくるっていうアプローチもいいんですけど、ベルト全体でアクセントを持ってこれるっていうのもあって、すごい面白いアイテムかなと思います。これはね、なんかイタリア製のなんか古着のベルトで絶妙に表情がある恐竜っぽいアイテムなんですけど、高校生ぐらいの時にこれ確か買った気がしてて、ヴィンテージのベルト。今でもこうずっと愛用してるアイテムなんですけど、色物のベルトとかは持ってるのすごくおすすめですね。最近僕は色物のベルトを結構見てて、青のベルトとか、なんか見てるんですけど、こういう色物のベルトとか持ってると、割とコーデの幅が広がるよということで、皆さんもよかったらね、こういう白だったりとか、あと茶色とかが一番いいかな。そういった色味のベルトを見てみるのもおすすめかなと思います。で、続いて紹介するベルトがこちらになります。ドルチェ&ガッパーナの昔のベルトになります。ドクロ柄のベルトになっております。で、前回のね、トレンドについて喋る動画で、ドクロ柄が気になってるっていう風に話したと思うんですけれども、まさしくその流れで買ったベルトになってまして、これは2000年代初期頃のドルガバかな。確かそんぐらいの本当にドクロ柄が流行ってた時のアイテムなんですけど、小ダサい感じというか、ちょっと痛い感じが今はすごく好きで、ベルト全般に言えることなんですけど、やっぱこうアクセントをつけられるのがベルトのいいところだと思ってて、柄なしのベルトももちろんいいんですけど、こういう感じでちょっと細かいテクスチャーというか柄が入ってるベルトとかも持ってるとコーディネートの幅がぐっと広がるかなと思います。でこれはね、ドクロ柄なんですけど、こう色味が結構シンプルで、白と黒とグレーだけで構成されているので、なんかそこまで難しくなく、白ベースのコーデにも使えるし、黒ベースのコーデにも使えるしっていうので、対応してるかなっていうアイテムです。これも、サイズが85かな ?85 で、僕大体ベルト着用するときは結構腰巻き想定で買うんで、真ん中の穴ぐらいで留めて、いい感じに使ってるかなっていうアイテムです。これも多分探せば同じのは出てくるかなと思います。ドクロ柄のベルトとかはね、ドルガバで探せば同じの見つかるかなと思いますし、ラルフローレンとかでもドクロ柄のベルト昔のラルフで出してたりはするので、なんか気になった方はそこら辺とかチェックしてみるの面白いかなと思います。はい。続いて紹介するベルトはこちらになります。こちらがドリスバンノッテンのスタッツのベルトになります。ベルトの中でも結構変わり種のアイテムというか、持ってると助かる系のアイテムかと思うんですけれども、こういう感じでね、ちょっと横にこういうダーッとスタッツがついてるベルトになってます。
これもスタッツベルトって結構横幅、割と太めなベルトが結構多いイメージなんですけど、これはスタッツベルトの中でもちょっと細めで、主張を出しすぎることなくバランスが取れる。まあさすがドリスだなというか、上品さがあるなということで結構使ってるアイテムですね。ドリスってね、意外とこういうアイテムとか出してくれたりするんですよね、たまに。結構これは気に入ってるベルトですね。で、これに関してもサイズは85で着用してて、結構腰履き気味で履くことが多いアイテムになってます。これはね、シーズンがね、いつだったかちょっと覚えてないんですけど、現行では多分出てないと思うんで、二次流通で探していただく形になるんですけど、まあ、同じのがあったらね、結構買うのをおすすめするぐらい、割と気に入ってるベルトではあるかなっていう感じです。続いて紹介するベルトがこちらになります。はい、こちらがサンローランパリス SLP のベルトになります。さっきはね、YSL、イヴ・サンローランだったんですけど、まあ、こちらはサンローランパリということで、まあ、このね、サンローランの中でも分かりやすいこの3連のベルトになっております。これやっぱりこう、まあ普及の名作というか、まあベルトのシリーズの中でもかなり人気が高いアイテムかなと思ってるんですけど、若干ナローっぽいベルトで、ここのシルバーの3つの3連の主張がすごくしっかりあって、でこのバックの部分が四角のタイプのアイテムですね。まあ、これに関しては本当何にでも合いますね。万能のベルトだなと思ってます。まあ、D バックルと同じぐらいか。こう主張が強くなくて、いろんなベルト、いろんなコーディネートに馴染むので、結構これとかはよく使ってますね。実際これ使ってる方すごい多いイメージありますね。これとかだったらまあ割とまだ二次流通とかで結構出てくることが多いんで、買いやすいかな。まあ、おすすめのベルトではありますね。まあ、やっぱなんか上品ですよね。さっきのドリスも上品だったんですけど、これとかはまあより上品、よりこう細くて大人のベルトって感じかなと思ってます。感じでこちらがサンローランパーリーのベルトでした。で、最後ですね、紹介するベルトがこちらになります。メタルのプレートのベルト。まあ、これもさっきの白のベルトと一緒でヴィンテージのアイテムなんですけれども、これもね、前の1週間コーデの動画とかで多分、ちらっと紹介しただけのアイテムかなと思うんですけれども、去年にやっぱたくさん使ってたアイテムで、まあこういうね、プレートのちょっと流行りがあって、まあ特徴としてはこのバックルの部分がプレートタイプになってて、これはなんだろう、まあ大きさとかかな、大きさだったりとか、このバックルの光沢感とかがすごくちょうど良くて、よく気に入ってつけてましたね。まあベルト全部に共通して言えるんですけど、やっぱりこのバックルのここの部分の形って、結構コーディネートに印象を大きく変えるなと思ってて、なんかまあシンプルなベルト、まあもちろん紹介してないだけで割と持ってたりはするんですけど、一番前に出る部分の形が変わるだけで、コーディネートのイメージが変わったりだとか、まあトレンド感が強くなったりとか、まあいろんな要素があるので、まあここに注目していろんなベルトを見るのは、すごいいいかなと思ってます。って感じで、まあ全部で、まあ何本紹介したのかわかんないんですけど、参考になるかなっていうベルトをピックアップして紹介させていただきました。市川純喜です。で、続いてはですね、僕が持ってる小物の中でもキャップ、ヘッドピースについてちょっと紹介していこうかなと思います。まずはこちらですね。はい。こちらがプラダのトルーパーハットになります。これも僕の動画よく見ていただいている方は結構頻繁に登場するアイテムかなと思うんですけれども、これね、シーズンがね、いつだったかな ?21 年の確か秋冬か20年の秋冬だったと思うんですけど、まあこういう感じでね、この横にこのプレートがくっついてて、まあ耳当ての帽子っていう感じで。で、一応ね、これね、ここの横の部分にこのボタンがついてて、こういう感じで後ろにこうして、こういう感じでも被れる。一応 2way 仕様の帽子になってますね。頭周りにほんと目線を活かしたい時とか、ここにほんとポイントを作りたい時に、顔周りにポイントを作りたい時によく使ってるなっていうアイテムです。まあね、色もね、黒ですごいシンプルでいろんな合わせしやすいですし、このプラダのメタルのロゴだったりとか、まあ、あとここのメタルのパーツとか、まあ、こういうのでもポイントを作れるんで、結構本当に重宝してるアイテムですね。ただね、裏地がね、ちょっとついちゃってて、結構モコモコのフリース素材が裏にしっかりついてるので、まあ、夏場以外のオールシーズンはたくさんつけてるかなっていう感じのハットです。で、続いてもね、プラダつながりで紹介するんですけれども、こちらですね、2024年秋冬シーズンのこのプラダのキャスケットになります。キャスケットの中でも、こう、紫っていうね、この攻めたカラーリングなんですけれども、
まあこれとかも割と気に入ってるアイテムではありますね。実はこうさりげに、ここの部分にこうロゴがついてまして、こっちを前にして被ってもいいんですけど、こっちを前にして被ってもかっこいいよっていうアイテムになってます。これはね、まあ動画でも、まあ1週間後でも紹介しましたね、アイテムで。これ買った時はね、すごい言われようだったんですけど、周りの人からも。なんでこんなの買ったのとか言われてたんですけど、今ね、割とキャスケットの流れっていうのがすごく来てて、久しぶりに被ったら結構みんなも、あれそれ意外といいじゃんみたいな言ってくれて、周りの目が変わったなと思ってるアイテムではありますね。まあただね、これはちょっといかんせんこの色味が、この結構強めな紫ってことで、合わせるのが難しいんですけど、これを浮かせないように合わせたりとか、あんまり登場機会はないんですけど、まあこういうのあったらちょっとまあ面白いよねっていうことで大事に使ってるアイテムではあります。まあおすすめのアイテムであります。皆さんもぜひなんか買ってみてください。続いてもですね、まあキャスケットつながりで紹介しようと思うんですけれども、続いてはこちらですね。はい。こちらですね、このグッチのキャスケットです。でこれはね、ちょっとシーズンがわかんないんですけど、時期的にはトム・フォード機のアイテムになってます。で、これは、まあ、今ほどキャスケットが流行る前かな。一昨年3月ぐらいかな。結構昔に買ったアイテムなんですけれども、割と気に入って今よくつけてますね。で、これね、動画でちゃんと紹介したことがなかったのであれなんですけど、実はこの横の部分にね、こういう星の刺繍というかこのワンポイントがついてたりとか、あとここの部分にもね、ちょっと文字が入ってたりとかしてて、全体は黒なんですけど、まあ、ところどころポイントがあっていい感じだよっていうアイテムです。まあ、これ被るときは、こう、まっすぐじゃなくて、若干こう斜めにしてね、被ったりするのが僕は結構好きなんですけど、まあ今ね、キャスケットすごい熱いと思うんで、まあ、グッチのキャスケット、ちょっと人気になっちゃってるので、いい感じのが見つかるかわかんないんですけれども、まあなんか他のブランドとかでも、こういうキャスケット探してあげるのはいいかなと思います。キャスケットはね、やっぱサイズ感がちょっと難しいアイテム、まあなんかちょっと大きめに被った方がかっこいいかなとも思うんで、まあサイズ選びが難しいと思うんですけど、僕の場合はね、このキャスケットが、これね、後ろがゴムになっているので、割と融通が効くというか、できたら、この後ろの部分がね、ちょっとゴムっぽくなってるキャスケットを探すのが理想なんですけれども、もしね、こう、ない場合は、ちょっと大きめなサイズ感で選んであげるのがいいのかなと思ってます。やっぱね、キャスケットいいですよね。もうなんかいろんな使い方ができるんで、これもやっぱ非常に気に入ってるアイテムではあります。はい。続いて紹介するアイテムがこちらになります。はい。こちらが KDG のキャップになります。これに関しては、まあ前の動画とか、初期の方の動画でも紹介したキャップなんですけど、もともとグレーのベース、ボディだったものを、まあ、自分で黒染めだったりとか、こういう感じでダメージ加工して、いろいろしたよっていうキャップになってますね。これもね、あんまり動画以外で紹介することとか、着用してる姿を見せることがあんまないんですけど、意外と被ってるキャップの一つでして、自分でこうダメージ加工したっていうので、まあ愛着があるっていうのもそうですし、フェードがかってる黒なので、まあいろんなコーディネートに合わせやすいってことで、結構使ってるアイテムではありますね。まあキャップ類に関してはね、他にもいろいろキャップたくさん持ってるんですけれども、まあ、キャップの中で一番気に入ってるので言うと、結構これかな、この KDG のキャップかなっていう感じです。最後に紹介するアイテムはこちらになります。はい。こちらが Y3 のニット帽になります。Y3 の中でも2000年初頭頃のアイテムなんですけれども、まあ、こういった感じで、ちょっとグレーっぽいボディと、まあ、この黒のボディが合わさってるツートンタイプの帽子、ニット帽になってます。で、これはね、ちょっと形が面白くて、横から見てもわかると思うんですけれども、ここがね、若干高くなってて、前でこうやって被った時に、ここがね、ちょっと下がってるんですよね。こういう感じでなる帽子で、ちょっとこれは形が面白いので結構気に入ってます。なんかこのデザイン感で Y3 なんだっていう、そういう意外性がすごく好きで。最近はこういうちょっと変わり種のヘッドピース結構集めてて、ナンバーナインとか結構こっち寄りのちょっと面白い系のキャップ帽子出してることが多いですし、あとはまあディオールオーブとかでも柄付きのね、面白いニット帽とかがあるんで、そのあたりとかも今すごいチェックしてるかなっていう感じです。最後ですね、意外と皆さんが気になってるであろうところなんですけれども、僕が持っているボクサーパンツ、軽くもうパパパッと紹介していこうかなと思います。まず一つ目はこちらですね。はい。こちらがフレンチコネクションのボクサーパンツになってます。FCUK っていうのがこう裏にも書いてあるボクサーなんですけれども、まあこう一見するとね、ちょっとファックかと思う、ちょっとその、おっていう感じがいいかなっていうので、
買ったボクサーパンツになってますね。まあこれはね、まあ単純にまあフレンチコネクションのロゴが書いてあるだけのシンプルなボクサーなんですけれども、まあこれちょっと面白系で使ってるボクサーですね。って感じです。とか、これも前の購入品紹介で紹介させていただいた、アリス・ハリウッドのボクサーパンツ。僕はちょっとサイズでっかいやつ買っちゃってるんですけども。まあなんかこれはね、文字が大きくて、結構主張が強めなので、コーデによっては入るかなっていう感じのボクサーです。これは確か現行で、今はもう買えると思います。あとこちらとかですね、モリーのボクサーパンツとかも持ってます。これは結構聞かれることがめちゃくちゃ多いですね。日本人だけじゃなくて、外国の方からも結構人気なボクサーで、めちゃくちゃ聞かれるんですけれども、モリに関しては、MDMA 合成麻薬の別称なんですけれども、まあなんかそういうね、ちょっとヒップホップ的なバックグラウンドもありつつ、まあなんか危ういノリをしたい時によく使ってるボクサーになります。書いてることは、まあすごいシンプルなんですけど、モーリーっていうこの字面がね、いけてるので僕は結構好きなんですけども、危うい雰囲気をね、出したい時によく使ってるボクサーです。とか。あとはこちらですね。こちら。はい。バイタルのセロボクサーになります。これはね、前面にこの数字のグラフィックが書かれてて、真ん中だけちょっと変わってるよっていうデザインなんですけれども、まあこれはね、2色展開で、あともう1個白ベースかな。色がこっちが逆転してるタイプもあるんですけれども、まあそれとかもあります。これもね、程よくポイントをつけられるので、すごい気に入ってるボクサーパンツではあります。とか。あとは、こちらですね。このフォートナイトのボクサーパンツとかですね。これもね、もうめちゃくちゃ聞かれるボクサーパンツで、すごい人気なボクサーなんですけど、フォートナイト公式のボクサーになってます。でもね、調べればね、フォートナイトっていう文字があるボクサー多分見つかると思うので、僕はね、確かに海外の通販サイトで買った記憶があるんですけど、これも遊び心系で割と使ってるボクサーかなって感じです。あとはこちらとかですかね。こちらのボクサー。これもめちゃくちゃ聞かれるボクサーパンツですね。これはバゾです。バゾ1199のボクサーパンツです。この音符のね、グラフィックがすごい可愛らしいボクサーなんですけれども、これね、結構親切設計で、腰履き想定で作られてるボクサーでして、この下の部分にね、このイヤホンのデザインが施されてて、腰履きした時にここが見える感じがすごいかっこいいんですけど、これもね、多分現行でというか、まあ、バゾのオンラインで定期的にチェックしてれば見つかるかなと思います。とか。まあ、こういうね、ジョン・ガリアーノのボクサーパンツとか。まあ、これもね、ちょっとジョン・ガリアーノのグラフィック的に一本間違えたら中学生っぽい感じなんですけれども、まあ、こういうボクサーとかも持ってます。これはね、ちょっと後ろが派手で、このお尻の部分にね、こういうポイントが実はあったり、腰履きした時にちょっとこれが見えたりするのが、まあ面白かったりするんですけれども、まあこういうボクサーを持ってたりもします。まああとは、まあめっちゃシンプルなところで、このドルチェ&ガッパーナのね、ボクサーパンツ、これ現行なんですけれども、まあこういうパンツも持ってたりとか、まあなんか黒だけじゃなくて、まあ白のボクサーパンツも持ってるよっていう感じですね。まあこういうのも持ってますと。とか、これもまあ地味によく聞かれるボクサーパンツなんですけれども、高広宮下座ソロイストのボクサーパンツです。裏にね、こう文字が書いてあります。すっけすけのボクサーパンツで、まあ夏場とかね、涼しくて、よく履いてるんですけれども、こういうボクサーパンツとかも持ってたりします。まああとはね、シュプリームの、今ちょっと用意してないんですけども、シュプリームのボクサーパンツとか、真紫のやつとかも持ってて、今後に関しては、なんか白、まあ色がカラー系のボクサーパンツとか、あとはなんだ、ヒョウ柄のボクサーパンツとかすごい欲しいなと思ってて、ボクサーパンツばっか持ってるんですけど僕は。なんかこういったパンツとかを結構持ってるかなっていう感じです。まあね、カルバンクラインとかのボクサーパンツもまあいいんですけれども、まあそれ以外にも結構いいボクサーはあるよということで、今紹介したボクサーパンツの中で、まあ現行で買えるものもいくつかあると思うので、まあ気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで、今回はですね、僕が持ってる小物類ですね、バッグですとか、ベルトとか、ヘッドピースとか、まああとはボクサーパンツだったり、皆さんが気になるであろうアイテムを結構意識的にピックして紹介したので、まあ何かね、皆さんの参考になればすごく嬉しいかなと思います。まあどのアイテムがね、好きだったとか、あとはまあ皆さんのお気に入りの小物類だったりとかも共有していただけたらすごく嬉しいです。まあ僕はね、こういった感じで、まあファッション系の自分のアイテム紹介したりだとか、まあトレンドについて喋ったり、情報を発信しておりますので、まあこの動画が良かったなと思う方は、コメント、高評価、そしてチャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。ということで本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。